どうも、ダイキングです。青が大好きです。ということで、お待たせしました。M4MacBook Air。約1ヶ月レビューになります。気がついたら開封レビュー取り忘れてました。はい。ということで、新しいこの M4MacBook Air ですね。もう結論から言うとですね、良かった。意外と良かったです。なんか意外なところで差が出ましたね。結論言っちゃうと、多くの人にもちろんおすすめできるんですが、M2 でいいと思います。はい、M2MacBook Air を買ってください。はい、以上です。このチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたということで、また次回の動画でって言いたいんですけども、そうなんだけど M4 を選ぶ理由もね、あるんじゃないかなと思います。M3 とかとね、比べてみてこういうとこが違ったんじゃないかっていうところも、お話ししようかと思いますので、最後はあとお得に簡単な買い方とかもね、紹介するんで、ぜひね、MacBook M4 選び方も動画でまとめてますので、独自表で、忘れないうちにですね、チャンネル登録と高評価とかね、評価どっちでもいいんでしていただくと僕のモチベーションがめちゃめちゃ上がります。今回購入したのは M4MacBook Air 13インチでございます。スペックから言うとメモリが32、ストレージ容量が 1TB ですね。メモリが多ければ多いほど、いろんな作業を同時にできる。ストレージ容量は倉庫ですね。倉庫の広さなんで、データをどれぐらい入れれるかっていうところなんですけども、ほぼほぼフルスペックみたいな感じではあります。で、一応前のモデルがですね、M3 ですね。今ここにあるんですけども、メモリが 16GB でした。容量は同じ 1TB です。買い替えた理由的にはもう本当にメモリがね、やっぱ足りなかったなっていう。前 24GB ね、M2 で使ってたんですけども、16にして大丈夫なんじゃないかって思ったら、全然大丈夫じゃなかったです。使えるんだけど、普通に使う分には全然大丈夫なんですけども、で、その前も一応、MacBook Pro の14インチっていうのもね、M1 Max ですかね、使ってました。で、画面がすごい美しかったりとかね、滑らかさとか、スピーカー性能はね、すごい良かったりしたんですけども、重かったのよ、結局。重かったんで、今、Air で頑張ってるって感じなんですけども、その辺も、動画で解説してるんでね、迷った方も Air と Pro どっち選ぶか、みたいなところも参考にしてもらえばと思うんですけども、デザインについてはですね、今回やっぱり、M2、M3 と同じデザインになってます。M4 はね。非常にフラットで、非常にフラットというか、ミニマルところは同じなんじゃないかなと思いますね。今回もやっぱ文字とかなくてですね、非常にクリーンな印象というか、だいぶやっぱりスカイブルーはね、いい色ですね。ほんと光の当たり方によって、ほぼほぼシルバーなんですけども、やっぱり当たるとすごいブルーに見えるというか、ブルーというか水色に近いと思うんですけど、スカイブルーなんで、トラックパッドとかね、その辺は、M1 とかと比べるとすごい、ファンクションキーとかあたりもですね、大きくてすごい押しやすくなってますし、スピーカーグリルとか、スピーカーの穴とかも M1、M2 からですね、なくなってるんで、そのあたりはすごいいいとこかなと思います。M3 との違いで言うと、キーボードがね、微妙に違ってまして、このカナとね、英数のところが、ABC と IU と ABC になってます。あとミュートボタンがなんかスラッシュ入ってるのかな、確か。ぐらいの違いしかない。デザイン上の違いですね。特に使っててなんか違うとか、そういうところはないです。全く一緒。で、あと接続端子とかに関してもですね、全く M3 と同じになってます。ので左側にですね、このくっつけるマグセーフ、ひっつけるこのマグセーフ端子とサンダーボルト3かな、USB-C が左側に2つになってます。フラットでいいですけどね。で、右側は残念ながら、イヤホンジャックだけっていう、ここはね、期待されてはいたんですけども、今回見送りなのかなって感じですかね。端子類は同じになってます。ただ、薄さとかはもうほぼほぼ iPhone とね、同じぐらいの薄さにはなってるんで、持ち運びとか収まりとかですごいやっぱいいかなと思いますね。カラーバリエーションね、今回やっぱ新色スカイブルーなんですけども、これはね、たまらんですね。もう光の、さっき見てもらった当たり方で全然変わるんで、ほぼほぼ、これちょっとケースつけてますけど、ほぼほぼシルバーですね。なんだけども、よーく見ると、ブルーっていうところが非常にいい。で、前使ってたミッドナイトっていうね、色もあるんですけども、暗めのやつは結構指紋が、目立ったりとかしたので、そういったところが気になる方は、やっぱりシルバーか。気になる方は、ミッドナイトは下げた方がいいんじゃないかなと思います。はい、結構つくんで。はい。デザインは好みはありますけど、どうですか？皆さん何色が気になりますかね？ぜひ、スカイブルーどうですか？はい、ぜひコメントしてみてください。で、一応プロ14インチね、結構エアとプロどっちがいいかっていうのは言われるんですけども、ざっくりまとめました。はい。
もっと詳しくは表でもっと解説はしてるんですけども、その動画見てほしいけど、結論言うと持ち運びなら MacBook Air で、高性能さ必要なら MacBook Pro ではあるんですけど、14インチね。どうしても薄さ軽さっていうところをですね、ディスプレイは、もちろんディスプレイとかスピーカーと、あと端子のあたりが一番やっぱプロ14インチとかが違うと思うんで、あと充電器がねちっちゃくて、30W あればいいので Air は使いやすいっていうところはあります。どうしてもプロだと、65W かな、67W とか必要になるので、あとですね、動画で紹介したアクセサリーが結構売れてまして、デザインを損なわない。いいんですけど、これね本体でこれもさっきからつけてたんですけど、このクリアカバーね、これついてるんです実はね。詳しくはアクセサリー動画で紹介してますが、なんでこれいいのが、これモフトっていう、僕もこのスタンドをねこう使ってるんですけど、こう置いたらこう展開できるやつね、こういう感じで、これがねこのクリアカバーをつけてるおかげで本体に直でねこう貼らなくていいんですよ。なんでこれ前のやつをそのまま使ってるんですけど、こういうことができるのがねめちゃくちゃいいです。モフトもちょっとまた送ってもらいますけど、いやーこれいいですよ。これつけてますからね今ね。あと画面フィルムもまだこれ貼ってないんですけど、貼りたいかなっていうところ、これは本当におすすめです。これで置いといてね。ちょっとここでいいや。画面とかディスプレイに関してなんですけども、ここに関してはですね全く同じでございます。 M3 とかと同じ 13.6 インチディスプレイで、M3 の方はねこれと反射防止フィルムを貼ってます。ミヤビックスさんのやつ貼ってるんで、ちょっと動画では微妙に見え方違うんですけど、スペック的には全く同じですね。M1 から比べるとやっぱりこう縁が薄くなってるんで、ベゼルがですね結構すっきりした見た目なんですけど、ノッチっていう上にこうやっぱりこうねiPhone の切り抜きみたいな iPhone みたいな感じにはなってます。ちょっと邪魔になる時は正直あるけど、カメラが入ってるって感じです。でもちろんねプロ14インチとかプロモデルと比べるとミニ LED なんで、あっちはもちろんプロの方が綺麗なんだけども、個人的に普通に使う分にはね全然綺麗、普通に問題ないかなっていう感じだし、リフレッシュレートですね、画面の滑らかさもプロの方が120Hz でいいんですけど、大きい画面だとそんな気にならないかなっていう感じではありますね。はい。で今回M3 からの変更点でいうと、2台の外部ディスプレイ出力に対応しました。厳密に言う M3 では閉じた状態で画面外部のこういったディスプレイに2枚出すっていうのはできたんですけども、今回開いた状態でも使えるようになりましたので、その辺はありますね。これディスプレイ、1個でしか僕は使わないんであれなんだけど、特にこう問題なくサクサクね、外部ディスプレイつないでも問題なく動くかなっていう感じで、あと性能についてなんですけども、ギークベンチとかいろいろ測ってみました。で今回M3 MacBook Air はメモリが 16GB で容量 1TB です。ただ1年ぐらい使ってるんでちょっと劣化はあると思うんですが、だいたいシングルコアが3000で1万、マルチコアが1万2000ぐらい、シングルコアが基本的なメール返信とか簡単な作業で、マルチコアが動画編集とか、例えば、もっと重いような作業をするところの数値ですね。で GPU とかに関してもメタルかな、Mac は OpenCL が推奨されてるんですけど、大体3万前後ですね M3 が。で一応メタルもね、メタルが5万いかないぐらいの数値ではありました。で、この M4MacBook Air、メモリが 32GB で 1TB が、シングルコアが3200で、マルチコアが1万3000ぐらいになってますので、そこまでやっぱ大きく、変わって 25% ぐらいかなっていう感じですね。3割もいかないかなっていうところではあります。使ってみても正直普通に買ってたら分かんない。はい、で GPU に関しても若干上がってはいるんですけど、ほぼ誤差レベルかなっていうところではありますね。どっちも10コアだと思うんで、はい、で OS は全部最新のやつかな、15.4 カタリーナじゃねえか、なんだっけ、はい、セコイアで揃えてはいるんですけども、よいしょ。であとですね、スピードメーターってやつ、ウェブサイトのこの閲覧速度っていうのをね測定してみたんですが、一応 Chrome と Safari と、僕が使っている Arc っていうね、これめっちゃおすすめなんですけど、このアプリっていうのウェブサイトを見るやつ、ほとんどね変わらないですね。こんな感じでパパパパってこう一瞬でこう見て数値が出るっていう感じではあるんですけども、若干ただ全部のなんていうのスピードメーターの数値的には若干やっぱ M4 の方がちょっと速い感じはありました。大差ないけど若干効率は上がるのかなっていう気持ちっていうところはあります。なんでどっちかというとメモリですねが多くなって快適になったっていう部分が多いので、性能的にはやっぱそんな変わんないかなっていうところはありました。あと今回一応 Apple Intelligence に関しても
対応してます。詳しくはまた別の動画で解説しますけども、ただ一応対応機種として MacBook Air、MacBook だと M1 ですね、インテル版以外だと基本的には使えますので、最近のやつ、2020年以降のやつ、その性能的なところはあんま変わんないんじゃないかなっていう、使えるんで、そこはそんな気にしなくていいかなと、これからっていう感じではあるかな、使ってみましたけど、で、あと動画編集に関してなんですけども、これ意外とね、差が出まして、今回一応、Final Cut Pro で、普段僕も編集しているので、そちらで比較してみました。で、2種類、1080p ですね、いわゆるフル HD っていう、YouTube とかで見てる普通の皆さんがよく見てるやつと、4K ですね、解像度4倍っていう感じにはなるんですけども、編集自体はやっぱ M2 とか M3 と、ほぼほぼ同じような感覚でできたかなと思います。メモリがやっぱり倍にしたんで、今回32まで載せれるようになってしたんで、やっぱここの恩恵がね、めちゃめちゃありました、やっぱり。長時間ね、やっぱり作業すると熱くなったりカクついてたのが、割と今回はね、結構改善されました。僕の場合ね、やっぱメモリが多分原因だったのかなっていうところ。で、1080p ですね、まずフル HD の動画に関しては、1080フル HD で、60fps の動画です。で、だいたい25分の、これ M3 かな ?M3 のレビュー動画なんですけども、結構重めだと思います。で、フォーマット Apple デバイスで、ビデオのコーデックはこの H264 ってやつなんですけども、一番多分一般的なやつです。YouTube によく上がってる動画。で、結論から言うと、ですね、M4 Air、これメモリ 32GB がだいたい30分から31分前後ぐらい。M3 Air が34分ぐらいなので、3分ぐらいの差は出たかなと思います。ただ若干やっぱ M3 Air は1年ぐらい使って劣化はあるので、とはいえ2分ぐらいの差はね、出るのかなっていう感じでした。僕の素材だとね。ほぼほぼ中身は、コピーしたんで、ほぼ同じだと思うんですよね。で、一応ね、このクリーマイ Mac で、負荷を見ながらですね、結構メモリですね、余裕はありますね、やっぱりね。32の方が、ファイナルカット、フォトショップとかアークとか結構重めのやつも同時に開きながらやったんで、最初そんな差はなかったんですけど、徐々にやっぱりM4 が最後の方ね、9% かな 10% ぐらいは書き出しが早かったかなっていう印象ですね。だいたい 9% ぐらい早かったんで、最終的にはだいたい31分ぐらい、結構重めではあるんで、なんだかんだ M3 は34分ぐらいはかかったかなっていう、大体ですけどね、時間は。で、もう一個4K ですね。4K の方は、書き出しの方、設定はね、さっきと同じでですね、4K で 30p でやりました。で、時間としては、だいたい17分ぐらいの動画かな。このテレビのレビューのやつなんですけど、これちょっと重めではあるんだけど、M4 Air が17分ぐらい、メモリ32だけで。で、M3 Air が19分ちょっとぐらいかかったんで、だいたい基本的には同じぐらい、20分以下だと多分同じ、その動画のもちろんエフェクトをいろいろかけるとかにもよりますけど、基本的には多分その動画と同じ時間ぐらいで書き出せるんじゃないかなと思います。で、30分ぐらい超えてくると、1.25 倍ぐらいかかるのかなっていう感じはありました。はい。で、バッテリー持ちに関しては、これ普段の使ったのもそうなんですけども、ほぼほぼ変わんないかなっていうところですね。で、この 4K で一応同じ 100% からこの 4K の動画の時はスタートして、M4 Air が 100% から 94%。で、M3 Air が 100% から 91% っていう感じなんで、バッテリー劣化はあるんで、それを含めたら、ほぼほぼやっぱ変わんないのかなっていう気はしましたね。容量が今回増えたので、M4 のね、バッテリー容量。なんだけど、ほぼほぼ性能分で相殺されてるのかな。なので、書き出しスピードに関して、まとめると、やっぱりメモリでね、差は出るんだなと思いましたね。他に結構アプリをね、開いて、Photoshop とか開いてたんで、その影響もあると思います。やっぱり、ね、20分以下ぐらいなら、大体動画と同じくらいの時間。15分の動画と大体15分ぐらいで書き出し。4K、30、60p ぐらいでやると。4K でもできるのかなっていう感じ、全然。で、30分超えてくると、だいたい 1.2 倍ぐらいはかかるのかなっていう感じですね。30分の動画で36分ぐらいかかりそうなイメージがね。フル HD でそれだったんで、4K だともうちょっとかかるかもしれないけど、なんでちょっとそれ以上になってくるとしんどいかなっていう感じで、40分超えてきたら、僕も、全然できることはできるんですけども、プロにした方がいいかなっていう気はしますね。ちょっと書き出しの時間がどんどん伸びていっちゃうんで、30分以下ぐらいなら、4K でも、できなくはないかなって感じです。
たまにするぐらいなら全然ね、正直エアーでいいかなっていうところですかね。はい。スピーカー性能なんですけど、なんかスペック的に違う書き方してたんで、比べてみました。で、ぜひちょっと聞いてみてください。では M3 から参ります。M4 です。YouTube。本当にね、何も貼ってないように見えると思うんですが、こちら実はね、カバーね、貼られてるんですよ。と思うんですが、こちら実はね、カバーね、貼られてるんですよ。ちょっとこう見たら分かりやすいかもしれないんですけども。ということでいかがだったでしょうか。聞いてみた感想とかね、コメント気軽にいただければと思うんですけども、ほぼほぼ変わんないかなっていう感じではありますね。ただ、やっぱ M3 と比べたら若干解像感とか、低音とか、立体的に聞こえる気がします。聞き比べてみたら、改善はされてるなっていうところ。けど、すごい大きな差があるかっていうとそういうわけじゃないんですけども、僕の印象ですけど。はい。で、あとインカメラとかマイクもなんか良くなったっていうね。今スペック上から見たら同じだったんですけど、はい。試してみましたんで、どうぞ。はい、こちらは M3 の MacBook Air で収録しております。マイクもいかがでしょうか。音質とか、あれ対応してないんでね、動かないけど。はい、いかがでしょうか。ちょっと暗めで撮ってます。どうでしょうか。こちらが M4 の MacBook Air M4 で撮影しております。で、今回ね、デスクビュー対応したんで、これオンにすると、デスクビューじゃないセンターフレームオンにすると、ついてきますね。こういう感じで。若干画角がね、狭まる感じはあるんですけども、センターフレームなくすと、こんな感じ。さあ、どうでしょうか。どこまで。すごいね。結構ついてくるね。はい、いかがでしょうか。ぜひコメントしてみてください。マイクもね、こちらで撮っております。ということで、インカメラとかマイクに関しては、これは良くなってました。解像度がまず綺麗になってたし、マイクはね、なんか良くなってました、やっぱね。なんで、ウェブ会議とかはすごいいいかなと思います。この辺はね、M2、M3 と、大差はないけど、M1 から比べるとすごいね、やっぱりカメラは良くなってるんで、解像度がそもそも。はい、そのあたりは変えてもいいかなと思いますね、エアね。使ってみてね、良かったと気になってみたいなところ。基本でも M3 と同じかなっていう感じ。はい、なんでその前に、よかったらチャンネル登録と高評価もねしていただくと、評価どっちでもいいんですけど、はい、お願いいたします。良かった点をまとめますと、やっぱり結局この軽さと性能のバランスですね。こちらについては健在という感じで、十分持ち運びやすくて、性能はやっぱ高いっていうところ。その上でやっぱバッテリー持ちのところはね、同じでした。はい。このバッテリー持ちの良さっていうのはすごいありますね。Windows とかに比べても。そのデザイン面のところ、スカイブルーね、やっぱこれいいっすね。スカイブルーでなんかやっぱ春っぽくて、爽やかな気分ね。これがね、結構個人的にはたまらん。地味にマグセーフも便利だけど、スカイブルー色でちゃんとマグセーフ、付属品も。あといまいちな点で気になった点に関しては、基本は同じですかね、M3 と。端子がやっぱりね、どうしても右側にないっていうのは、少ないっていうのはね、そろそろつけてくれって感じ。USB ハブとかベッド使えばいいんですけど、16万するからね。はい。で、あと、スピーカーはね、いいですよ。スピーカーは結構でも良くなりました。ただそんなに変わってない。M3 とかと比べてね、M1 とかに比べても。はい。ここに関してはプロとの差は結構あります、正直。ただ全然、僕はエアーでも満足かなっていうところ。はい。で、ここ同じやけど、ゲームに関してはやっぱりね、もちろん Mac 対応のゲームと、デス・ストランディングとか、アサシンクリードとかね、バイオハザードとかはあるんですけど、そういったもの以外は、まだまだ、Windows の方がやっぱり、あるよね。スイッチ買えばいいんですけどね。スイッチ2を買います。これね、価格は、今回前のモデルと据え置きっていう形にはなってるんですけども、実はアメリカの方では100ドル下がってるんですよ。なんで、実質値上げみたいな感じではありますし、やっぱりちょっとカスタムとかしちゃうと、20万とか、僕も2テラにしたかったので、30万超えると、いろいろその税金の関係でめんどくさいっていうのがあって、そのあたりもありますね。だし、これからやっぱその関税がなんか上がるとかいう話もあるので、ちょっとそこら辺が怖いなっていうのはありますけども、ぜひ皆さん、気になることとかありましたら、
コメントいただければと思います。はい。なんで、まとめると、買うべきかどうかって言われると、正直 M2、M3 からは変える必要はないと。正直 M2 に使う分だったら M2 の MacBook Air が一番いいと思います。というのもデザイン同じだし、普段使いに関しては変わんないです、正直。ただ、スカイブルーは可愛いです。はい。すごい新鮮な色。あんまり多分 MacBook で今までそんなになかったような色かなと思うんで。なんで、とにかくただメモリはね、増やす価値はあります。身に染みてます、今。っていうところはある。少ないから別にダメって、その作業用途に応じて、やっぱり、ないよりはあった方がいいかなっていう感じではありました。はい。ということで、価格と構成とかについては動画でまとめてるんで、今回はそんなに話さないですけども、そのおすすめ、結論だけ言うと本当おすすめのところはメモリ 16GB 容量512です。一旦これ買っとけば正直間違いないっていうところなんで、そのあたりもうちょっと詳しく掘り下げて動画で話してるんで、またM3 と M4 あたりの動画も出そうと思ってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。気になる方は忘れないうちに。簡単にお得な買い方だけね、サクッと説明しますと、もうこれ単純に2通りなんですけども、3つか。一番単純なのがもう Amazon ですね。Amazon で買うと安いです。理由は分かりません。はい。なんか8000円ぐらい安いです。ポイントもついてきます。個人的にはこれが欲しいモデルがあればですけど。で、あと楽天リベイツっていうところを経由しますと、ポイント還元を受けれます。はい。ただ、MacBook Air はね、新製品に関しては Apple から行くと対象外なんですよ。なんですけども、家電量販店ですね、ビッグカメラがありまして、そうしたらね、1%か大体2%ぐらいですね、楽天ポイントがまず還元されるのと、楽天ポイントで還元されます。あと、このビッグカメラのポイントも 5%、つくので、6%か7%ぐらい戻ってくるんで、結構でかいと思います。金額が金額なんで、はい、おすすめです。使い方に関しては、どうやってやるのっていうのは楽天リベイツの動画で解説してるんで、ちょっと見てもらえばと思いますけども、っていうところで、はい。あとは、学割とかもね、ありますんで、教職員ストアとか買ってもらうとかなり安くなるんで、めっちゃ羨ましいです。新学期キャンペーンはちょっともうそろそろ終わりなんですけども、そういったところももらえばなと思います。ということで、最後、もう一回まとめますと、M4MacBook Air M2 から M3 買い替えは不要です。はい。ただメモリが足りないなと思った人は、ありだと思います。はい。軽さ、パフォーマンス、スカイブルーが最高です。一目惚れしました。はい。なんで、プロと、プロもありますんで、そのあたりは比較しながら、ぜひ合ったものをね、選んでもらえばと。用途とかそういったあたりはコメントいただければ、僕全部見てるんで、あと、他の人は結構答えてくれたりするんで、返せるだけ返します。はい。比較動画もね、あるんで、価格とか全部一覧にして見れますんで、ぜひそっちもチェックしてもらえばなと思います。あと、途中で紹介したようなこういったおすすめのアクセサリーですね。この動画結構好評なんですよ。またこちらもアップデートとかもしていきますので、概要欄から一応一覧で見れるリンクは入れておきますけども、動画ぜひね、こちらもチェックしてもらえばなと思います。おすすめアクセサリー。はい、ガチで使ってます。はい。というわけで、この動画がね、少しでも参考になったらと思ったらね、高評価だけでもお願いします。はい。あと他にいろいろ動画あるんで、ぜひ忘れないようにチャンネル登録もお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。めっちゃ喋った。はい。スカイブルーね、いいですね。いやー、青いもんね。今日もなんで青にしたんですけど、春ですね。もうだいぶやっぱり、iPhone16 と比べると全然色違うもんね。この辺りもまた面白いなという感じでございます。M3、さよなら M3。M3、このね、ちょっとゴールドっぽい感じもいいんだけどね。ちょっとまたいろいろあげます。